ねえねえマリサ、どうしたんだレイム。数ある遊戯王カードの中には、原作やアニメでボスキャラが使いこなしていて、最強というイメージを持ってたのに、実際に OCG 化されてみたら、残念なカードってたくさんあるわよね。確かに、作中での使われ方や設定上では、最強という印象だったのにもかかわらず、OCG 化される際に効果が大きく変更され、原作やアニメとはカード性能が別物になってしまったカードは多いな。ということでマリサ、設定上では強いのにカード性能は残念なカードについて、教えてほしいわ。よしよしいい機会だ。だったら今回は、私が独断と偏見で選んだ。設定は最強なのにカード性能は最弱な遊戯王カード10選を紹介するぜ。おお、いいわねいいわね。今回は原作やアニメだけでなく、OCG における各種テーマの設定上では、最強と思わせるものだったのに、実際に OCG 化されたら、残念な印象が強かったカード10枚の解説だ。楽しみだわ。ゆっくり見ていってね。まず最初は、ブーンワールドを紹介するぜ。これは原作や初代アニメで、ペガサスが使ってた魔法カードね。ああ、このカードは1000ライフポイントを払ってこのカードを発動できる。という、発動条件のみがテキストとして記載されたカードだ。カードテキスト枠の余白が目立つ。一応このカードの初登場時には、発動時のライフコスト以外にも、このカード自体の存在を維持するためにライフコストを払う効果と、自身が墓地へ送られた時に、維持コストとして払った数値が戻る効果を持っていた。払ったライフポイントが戻ってくるの？ああ、ライフポイントに加算するという、現代でも珍しい効果を持ったカードだったが、その後エラッタを受けたことで、発動時のライフコストのみのテキストへ変更された。でも、ブーンデッキには必要なカードよね？確かにブーンモンスターを召喚したり、ダイレクトアタックを可能にするためには、デッキへの投入が必須となるカードだが、現代では、ブーンワールドに代わる、ブーンキングダムという新たなキーカードが登場していて、ブーンワールドの必要性が大きく低下してしまっている。確か、ブーンワールドとして扱う効果を持っていたわね。その通りだ。このカードのカード名はフィールドに存在する間だけ、ブーンワールドとして扱うことができ、ブーンモンスターの進化を発揮できる。同名カードとして扱うなら、確かにこちらを採用したくなるわ。ああ、そもそもブーンモンスターたちは、自分のフィールドにブーンワールドが表側表示で存在して、初めて進化を発揮できるカードだから、発動コストだけのカードよりも、同名カードとして扱う効果に加えて、ブーンモンスターに効果耐性と破壊耐性を付与する効果を持ったカードの方が、優先されるのは必然と言える。そうね。それに初期のブーンモンスターも扱いづらい印象があるわ。そうだな。初期の頃のこれらのモンスターは、ブーンワールドが存在していないと、召喚自体が不可能で、加えて500ライフポイントを払わないと攻撃ができないという、デメリット効果を持っていたんだ。ライフコストを要求してくる効果が多い。ああ、初期の頃のブーンワールドは、発動コストの1000ライフポイントと維持コストの500ライフポイント、そこへブーンモンスターそれぞれが攻撃するために必要な500ライフポイントが加わるため、初期の頃のブーンは、ライフ消費の激しいテーマだった。ダイレクトアタック効果に対する代償が厳しいし、原作のような活躍はできないわね。原作やアニメとの明確な違い、それこそが、ブーンワールドをピックアップした理由だ。そうなの？原作やアニメでのブーンは、ブーンワールドが存在する状態で、後からモンスターを召喚するのではなく、自分フィールドのモンスターが、ブーンモンスターに変化するという特別な仕様だった。初めて見た時は衝撃だったわ。ああ、カイバセトのブルーアイズホワイトドラゴンも、無頭遊戯のデーモンの召喚も、可愛いという言葉とは程遠いビジュアルのモンスターだが、それでも、ブーンワールド1枚のおかげで、アメコミ風の可愛らしいモンスターに大きく様変わりしてしまったんだ。もしかして、これってどんなモンスターでも分化できる効果なの？その通りだ。原作、アニメ版の恐ろしい点は、自分がコントロールするモンスターであれば、どんなモンスターでも分化させて、そのモンスターによるダイレクトアタックを可能にする点だ。恐ろしすぎる。ああ、コントロールダッシュカードや、蘇生カードで相手モンスターを奪い、それを分化させ刺激することを可能にする環境改変級の性能を持ったカードが、原作やアニメにおけるブーンワールドという魔法カードだったんだ。確かに OCG 版のカードと比べると性能は段違いだわ。そんなわけで、ブーンワールドは、発動コストだけの空気のような存在であり、加えて初期のブーンモンスターたちも軒並み扱いが難しく、アニメと比べて現実のカード性能はお粗末なものになってしまった。悲しい現実。続いてはこのカード、自爆神ミラコチャラスカの解説だ。お次はアニメ 5Ds で登場した自爆神モンスターの内の一体ね。ああ、アニメ劇中において、レクス・ゴドウィンが刺激していたカードで、ダイレクトアタック可能、攻撃対象にならない耐性、マジック、トラップの効果を受けない効果の3つに加えて、自分バトルフェーズをスキップすることで、相手ライフを1にするという、シンプルかつ凶悪極まりない効果を持った、自爆神最強のモンスターだったんだ。何それ怖い。つまり、相手フィールドにどんなに強力なモンスターが並んでいても、ライフを1にした上で、次のターン
にダイレクトアタックすることで、わずかにターンでデュエルを終わらせることができてしまう。攻撃対象にできずマジック、トラップの効果も受けない、自爆神最強と呼ばれるのも納得だわ。そして、そんな自爆神最強のモンスターが、2009年7月18日に発売された、スターダストオーバードライブに収録され、OCG に登場したんだ。どんなカードなの？こいつは攻守100、レベル10、闇属性の超従属モンスターで、全部で5つの効果を備えているカードだ。効果がいっぱい。そのうちの4つは、自爆神の共通効果で、フィールドの自爆神を1体に制限する効果、ダイレクトアタックを可能にする効果、相手の攻撃対象にならない効果、表側表示のフィールド魔法が存在しない場合に、自身が破壊される効果の4つだ。アニメと同じ効果あり、残る1つがこいつの固有効果で、自身の召喚成功時に相手の手札の数まで、こいつ以外の自分のカードをデッキへ戻し、戻したカードの数だけ相手の手札を捨てたカードの数かける1000ポイント、自身の攻撃力を強化する効果を持っている。そうよね、バトルフェーズをスキップするだけでライフポイントを1にする効果なんて実現しないわよ。ああ、アニメ劇中の相手ライフを強制的に下げる効果ではなく、手札破壊及び自身の攻撃力を強化する効果に変更されている上に、この効果を発動するために戻すカードも最大3枚までの制限付きで、その攻撃力は最大で3100ポイントになる。効果力とハンデス効果は強力だけど、強力コンボが実現できないのは残念だわ。その点に関しては、自爆超神官というレックスをモデルにした自爆神サポートを活用すれば実現可能だ。そうなの？自爆超神官の3の効果は、自身がいる状態で自爆神の召喚に成功すると、相手ライフポイントを3000にする効果で、この効果と自爆神を組み合わせれば、ライフを下げて自爆神のダイレクトアタックで勝負を決める展開を実現することができるぞ。すごいじゃない。2の効果で自爆神のサーチやサルベージもできるし、強力なサポートモンスターだわ。とはいえ、ミラコチャラスカ単体の性能で言えば、最強の自爆神という設定なのに、カード性能は残念な印象を持ってしまったため、ピックアップさせてもらったんだ。ここまで、各作品のボスキャラが使ってたカードが続いてるわね。3枚目に紹介するカードはこちら、エンチェントゴッドフレムベルだ。ほう、お次はフレムベルテーマのシンクロモンスターね。ああ、これは2010年に稼働していた、デュエルターミナルトリシューラの鼓動に収録されていたカードで、作中ではデュエルターミナル世界の神として君臨するモンスターなんだ。まさかの神様降臨、どんなカードなの？こいつは攻撃力2500、守備力200、レベル7、炎属性の炎属モンスターで、炎属性のチューナーとチューナー以外の炎属モンスター1体以上を素材にした、シンクロ召喚で出せるモンスターだ。素材に属性、種族の縛りがあるのね。ああ、そしてこいつは、自身のシンクロ召喚成功時に、相手の手札の枚数分まで、相手の墓地のカードを除外した上で、除外したカードの枚数 ×200 ポイント、自身の攻撃力を強化する効果を持っているんだ。やっぱりシンクロ素材の属性、種族縛りが気になるわね。そうだな。そこがこいつの残念な点で、チューナー以外のモンスターの方に炎族が指定されているがゆえに、フレムベルデッキにおける展開の要である、フレムベルヘルドッグを素材に指定することができない点がある。主力カードとの相性が悪い。それから効果に関しても、相手の墓地のカードを除外する目的なら、汎用性の高い DD クローや、同テーマのネオフレムベルレディの方が使いやすく、エンチェントゴッドフレムベルは、これらの介護官と言える存在なんだ。下級モンスターでこと足りる。一応、こいつが守備力200の炎族モンスターである点を活かして、深淵の爆発の効果で墓地から特殊召喚することが可能だが、その場合は効果が使えず、通常モンスターと変わらない状態になってしまうため、多くの場合はシンクロやリンク召喚の素材に使われることが多い。神様なのになんだか不憫だわ。そんなわけでデュエルターミナルでは、神として君臨していたのに、条件が厳しく出しにくい上に、効果にもいまいちな印象が否めない、このカードをピックアップしたんだ。どうにか救ってあげてほしいわ。そうだな。リメイクか選ったか、すべてはコナミ次第だ。お願いしますコナミさん。4枚目はこのカード、ジェノサイドキングデーモンだ。出た、名前が酒に似た王様。ジェノサイドキングサーモンだな。一時違いだから仕方がないけど、それは言ってやるな。王様はどんなカードなの？こいつは攻撃力2000、守備力1500、レベル4闇属性の悪魔族モンスターで、カード名に、ボーン、ドゥーク、ナイト、ビショップ、クイーン、キングの、チェスの駒の名前が入った、いわゆるチェスデーモンの一体であり、これらのモンスターたちの頂点に君臨する王なんだ。ジェノサイドキングデーモン。威厳のありそうなかっこいい名前だわ。確かに名前だけを聞くと、強そうなモンスターに聞こえるが、実際は非常に扱いにくい印象が強い、ちょっと癖のあるモンスターだった。そうなの？まずこいつは、自分のフィールドにデーモンがいないと召喚、反転召喚ができない。
先に別のデーモンが存在してないといけないの？そうだ。だからデーモンがいない場合はセットでしか出せないんだ。それなら、デュアルサモンを使えば、初めから表側で出せるわね。確かにこのカードを使えば、先に別のデーモンを出して、続けてキングデーモンを出せば、こいつを攻撃表示で召喚可能だ。サポートカードとのコンボでデメリットを回避できるのよ。とはいえ、特殊召喚であればデーモンの有無は関係ないから、召喚層サモンプリーストを使うなど、他のカードとの組み合わせれば、デーモンなしでも表側で出せるぞ。おお、そのままエクシーズ召喚や、リンク召喚につなげられるわね。他の効果は？他には、こいつのコントローラーは、維持コストとして、自分スタンバイフェーズごとに800ライフポイントを払うデメリット効果がある。これって、確かチェスデーモンたちに共通する効果だったわね。ああ、チェスデーモンたちの存在を維持するためには代償が必要なんだ。さすがは悪魔。さらに、こいつが相手のカード効果の対象になり、その処理を行うときに、サイコロを1回振り、2カゴが出た場合にその効果を無効にして破壊する効果がある。3分の1、それに対象を取るカード効果限定なの？その通り、クシャトリラフェンリルや無限包容等の効果に限られるんだ。運任せな上に使う状況も限られる。完全に相手に依存している効果だな。でも、フィールドに出しておけば、相手に変なプレッシャーをかけられそうだわ。ポジティブだな。加えて、こいつには戦闘破壊したモンスターの効果を無効化する効果もある。それなら、クリッターみたいな墓地発動の効果を無効化できるわね。破壊されることが確定した状態の、リバースモンスターの効果もな。強力な効果だけど攻撃力の低さが気になる。そんなわけで、王という設定なのに、召喚する時点で手間が必要で、存在を維持するためにライフコストがかかり、さらに効果の発動条件が面倒な上に、効果自体も運任せで信頼性が低い点が否めず、マイナスの印象を払拭できないため、このカードもピックアップさせてもらった。王の威厳が、ちなみに、これは余談だが、インフェルノクイーンデーモンにも、名前が一時違いの酒が存在するぞ。インフェルノクイーンサーモン。そしてこの酒には、自身が破壊されると、ヘルボーンデーモンに似た名前の、ヘルボーンサーモントークンを好きなだけ呼び出せる効果があるんだ。酒とイクラね。めちゃくちゃ面白いじゃない。ああ、非常にユニークなカードたちだな。デーモンとサーモンでコラボレーションなんてできないかしら？悪魔族と魚族のコラボテーマとは珍しいな。すべてはコナミの発想次第だ。今後が楽しみだわ。5枚目はこのカード、聖神機デミウルギアを解説するぜ。お次はリンクモンスターね。ああ、こいつは攻撃力3500、リンク3、闇属性のサイバース族モンスターで、レベル5以上のモンスター3体を素材にした、リンク召喚で出すことができるモンスターだ。元々の攻撃力は高いけど、素材のレベル5以上を3体はちょっと厳しめね。そうだな、3500というリンクモンスターでもトップクラスの攻撃力を持っているが、それゆえに、呼び出すために必要なリンク素材の条件が厳しく、しかも、こいつの効果を発動するためには、もっと厳しい条件をクリアする必要がある。そうなの？こいつは全部で3つの効果を備えたモンスターで、1つはリンク召喚した自身に、モンスター効果耐性を付与する効果、それから相手がエクストラデッキから、モンスターを特殊召喚した場合に、デッキから生物モンスター1体を特殊召喚する効果を持っているが、中でも強力なのが2の効果なんだ。なんだか恐ろしいことが書いてあるわね。ああ、その内容は、種族と属性が異なる素材3体を使ってこいつをリンク召喚した場合に、自身以外のフィールド上のカードを全破壊するというものだ。発動条件が厳しすぎる。その通りだ。この効果を使うためには自分フィールドに種族と属性が異なる上に、レベル5以上を3体を揃える必要があり、闇属性、機械属モンスターが大半を占める。生物テーマの上級モンスターでは、この条件を満たすことは難しい。確かに風属性、ドラゴン族のメロダーク以外は、属性と種族が統一されてるわね。ああ、どうしてもテーマ外のレベル5以上と組み合わせる必要が出てきてしまうんだ。全破壊効果の発動条件を満たしやすい方法はあるの？それなら、ライマシンサンガをはじめとする、3マシンと組み合わせる方法があるぞ。そっか、この3体なら属性と種族がバラバラね。ああ、さらに、迷宮の10魔戦車や、クシャトリラテーマを組み合わせれば、より発動条件を満たしやすくなる。ゲートガーディアンデッキで活躍できる。しかも、3マシンを素材にして、デミウルギアをリンク召喚すれば、その後に墓地の3マシンを除外して、合体マシンゲートガーディアンを出すことができるから、攻撃力3500以上の高火力モンスターを並べることが可能だ。それでも、3マシン全てをモンスターゾーンに揃える必要がある点が否めないわね。それなら、さらに、王の棺及び、ホルスモンスターを組み合わせれば、レベル5以上で属性と種族が異なる素材3体を、フィールドに揃えやすくなるぞ。ゲートガーディアンとホルスの混合デッキに組み込めば、全破壊効果の発動条件を満たしやすいのね。ただ、苦労して素材をフィールドに揃え、こいつをリンク召喚して効果発動に成功したとしても、効果無効札や破壊耐性持ちが多い現環境には刺さりにくい点が否めない。辛すぎる。一応、マスターガイド6によると、創造神が使用する装置という、壮大な設定を持つモンスターなのだが、実際は戦術した通りリンク素材や効果の発動条件が厳しく、たとえ発動しても現環境では使いづらい効果というありさまだった。とっても残念だわ。
ここからが折り返し、6枚目は、新竜ラグナロクをピックアップするぜ。あら、お次は通常モンスターなのね。ああ、こいつは攻撃力1500、守備力1000、レベル4、光属性のドラゴン族モンスターで、効果を持たない通常モンスターだが、こいつに関しては、フレーバーテキストの内容が気になったため、ピックアップしてみた。なになに？神の使いと言い伝えられている伝説の言う、その怒りに触れた時、世界は海に沈むと言われている。確かにテキスト上では強そうなモンスターに思えるわね。しかしながら、実際は攻撃力1500の効果を一切持たない通常モンスターであり、設定は最強なのにカード性能は最弱という、今回のテーマにぴったりな一枚なんだ。そうね、この攻撃力なら、仮に怒りに触れても海に沈められることはなさそうだわ。一応、こいつとロード・オブ・ドラゴンの支配者を融合させることで、効果を持つユーマジン・キング・ドラグーンへと進化することができるが、その効果も、ドラゴン族に対象耐性を付与する効果と、手札からドラゴン族を出す効果の2つだけで、残念ながら、自身は海に沈めるほどの強力な効果を持っていなかった。この不憫な感じ、早急に救ってあげてほしいわ。そうだな、ラグナロクはテキストの内容に合うようなカードにリメイクして、ロード・オブ・ドラゴンとキング・ドラグーンの2枚も、ブルーアイズテーマとは別路線でリメイク、強化してくれると嬉しいぜ。頼むわよコナミ。7枚目にピックアップするのは、原作や初代アニメに登場した3原神のうちの1体、ラーの翼神竜だ。ここで太陽神降臨。原作では、3原神に関して神のランクという概念が存在し、ラーの翼神竜は、その中でも最高神に位置づけられていて、他の2体との間に明らかなランクの差が存在し、オベリスクの効果が、ランクの違いによって防がれるという描写が描かれた。確かに、原作やアニメでは、3原神最強というイメージだったわ。そうだな、原作やアニメでは、使用者の闇魔力の残虐性も相まって、モンスターだけでなく、プレイヤーにも苦痛を与える描写が多かったため、多くのファンに、最強の神というイメージを焼き付けたモンスターなんだ。伝説の次回予告が生まれるきっかけのモンスターなのよ。そんな太陽神が、V ジャンプ2010年2月号に、付録として封入され OCG に登場した。しかも高橋先生が書き下ろした新規イラスト仕様。どんなカードなの？こいつは講師はてな、レベル10、神属性の原神従属モンスターで、通常召喚する場合は、モンスター3体をリリースする必要がある。3原神に共通する召喚条件。基本的にこのカードを特殊召喚で出すことはできないが、1000年の刑事という専用サポートを使えば、この制限を無視して特殊召喚できるぞ。単体では特殊召喚できない縛りがある。そしてこいつの効果は、自身の召喚が無効化されない効果と、召喚成功時に自身以外のあらゆる効果の発動を封じる効果、それから召喚成功時に、ライフポイントが100になるように払った数値を自身の行使にする効果、さらに、1000ライフポイントをコストに、相手モンスター1体を破壊する効果の4つだ。召喚を邪魔されないのはありがたいけど、ライフ消費が激しいわね。そうだな、原作やアニメでは、効果発動時に払ったライフが戻ってくる効果があったが、OCG 版にライフポイントを回復する効果はなく、おまけに効果無効札に対抗できないため、簡単に妨害されやすい点がある。弱体化しすぎてる。そんなわけで、このカードの初登場時には、3原神最強のはずなのに、OCG 版は自己強化だけでなく、破壊効果にもライフポイントが必要な点でジレンマがひどく、他の2体と違って、特殊召喚が一切できない縛りも重く、アニメでの無双感はゼロ。というマイナスの評価が与えられた。とっても残念だわ。ただ、現代では、ラーの翼神竜の関連カードや専用サポートが多数登場済みで、大幅な強化を受けたことで、一つのテーマとして確立されているぞ。コナミさんありがとう。その中でも、原作での攻撃名をカード名にしたゴッドブレイズキャノンは、ラーに効果を受けない耐性を付与したり、ラーが攻撃したダメージ計算後に、相手モンスター全てを墓地へ送る効果を付与してくれるなど、ラーの翼神竜を強化してくれるカードなんだ。他のカードも強力なのよ。そうだな、今回は詳しい解説を割愛するが、他にも面白いカードがたくさんあるから、気になる方は遊戯王ニューロンで調べてみてくれ。私も愛用してるわ。8枚目はこのカード、ブルーアイズシャイニングドラゴンの解説だ。おお、これって映画に登場してたモンスターよね？その通りだ。このモンスターは、2004年8月13日に全米で公開された、遊戯王デュエルモンスターズ光のピラミッドの作中で、海馬瀬戸が刺激していたモンスターで、もともとは3原神に対抗するために、ペガサスが生み出したカードだったんだ。へえ、3原神メタカードだったのね。その理由は、こいつの映画限定効果である、自身をリリースすることで、フィールドのカード1枚の破壊を強要する効果を持っていたからだ。すごい、しかもフリーチェーンで発動できるじゃない。この効果を持っているおかげで、たとえ3原神であっても、強制的に破壊できてし
まうんだ。再現新メタにふさわしい性能あり、そんな神をも破壊するチートカードだった、ブルーアイズシャイニングドラゴンは、2004年8月25日に発売された、ザバリュアブルブック7の付属カードとして登場したことで OCG 化を果たした。どんなカードなの？こいつは攻撃力3000、守備力2500、レベル10、光属性のドラゴン属モンスターで、自分フィールドのブルーアイズアルティメットドラゴン1体をリリースした場合のみ特殊召喚可能で、自分の墓地のドラゴン属の数 ×300 ポイント、自身の攻撃力を強化する効果と、カード効果の対象になった場合に、その効果を無効にする効果の2つを備えている。あらら、強制破壊効果が消えちゃってるわね。そうなんだ。残念ながら OCG 化される際に削除されてしまい、おまけに映画版と違って、墓地からの特殊召喚も不可能だから、作中と同じ使い方ができず、三元新メタカードという印象がほとんどなくなってしまっているんだ。残念だわ。そもそもこのカードは、自分フィールドにブルーアイズアルティメットドラゴンがないと特殊召喚できず、手札に持っていても邪魔な場合が多く、たとえ特殊召喚に成功したとしても、効果が平凡で出すメリットが少なく、強化後の攻撃力に関しても、素材の攻撃力4500を下回る場合があるため、最強とは言い難い性能だ。最近の環境ではブルーアイズテーマが流行っているし、ぜひともシャイニングドラゴンを強化してほしいわ。そうだな。今では素材のアルティメットドラゴンも、オルタナティブやスピリットなど、新たな姿を得得していて、シャイニングドラゴンもリメイク、強化できるはずだから、ブルーアイズテーマは、実はまだまだ伸びしろを残しているんだ。今後が楽しみ。9枚目のカードはこちら、氷結界の万人ブリズドを紹介するぜ。これ、レイムがその反応をするのも無理はない。こいつは攻撃力300、守備力500、レベル1、水属性の水属モンスターで、自身が戦闘破壊され墓地へ送られると自分のデッキから1枚ドローする効果を持つ、最下級モンスターなんだ。申し訳ないけど、私はこのカードに対して、強いカードというイメージを持ってないわ。確かに、これまでに紹介した神や王の名を持つカードたちと比べると、明らかな格差を感じるモンスターだが、実はこのカードも、デュエルターミナルでの設定では、モンスターの大封印を成し遂げた英傑、とされているモンスターだったんだ。現実の印象とは大違いじゃない。ああ、しかし実際のカードには、モンスターを封印できるような効果はなく、むしろ自分がバトルで破壊されないと使えない効果を持ったカードになってしまった。なんだか不憫だわ。加えて、登場時の氷結界には、テーマ自体に微妙なイメージがあり、壮大な設定が台無しというマイナスの印象を与えた。でもこのテーマって、ここ数年の間にたびたび強化を受けてる記憶があるわ。その通りだ。最近では構築済みデッキや、デュエルターミナル関連テーマを強化する、新たなパックが発売されたことで、氷結界新規カードが多数登場し、大幅な強化を受けているんだ。氷結界テーマは強化済み。今回、マリサが紹介してくれたチェスデーモンや、神竜ラグナロクなども、まとめてリメイク、強化してほしいわ。そうだな。コナミに忘れ去られていなければ、強化の順番が回ってくるはずだ。忘れないでコナミさん。最後はこのカード、覇者対抗ゴルゴンダをご紹介するぜ。おお、最後は2025年にぴったりのカードじゃない。ああ、これは2021年1月16日に発売されたライトニングオーバードライブに収録されていたスプリガンズテーマに関連する最上級モンスターで、ザバリュアブルブックエクストラ2によれば、次元の穴すら食らうとされていた超巨大ヘビだったんだ。恐ろしいヘビの怪物。どんなカードなの？こいつは攻撃力ハテナ、守備力0、レベル8、炎属性の爬虫類属モンスターで、自分のフィールドにフィールド魔法が表側で存在する場合に、手札または墓地の自身を特殊召喚する効果を持っている。比較的簡単に出せちゃうのね。ただ、この効果で出したこいつは、フィールドから離れると除外されてしまうから、1の効果の再利用が難しくなる。ご注意を。そしてこいつの2の効果は、フィールドに大境ゴールドゴルゴンダがある場合、自身の攻撃力を3000にする自己強化効果で、さらに3つ目の効果は、フィールドの大境が破壊される場合に、自分の墓地のモンスター1体を除外することでその破壊から守れる効果なんだ。なるほど、2と3の効果は、このフィールド魔法を絡めた効果なのね。ああ、せっかくだから、こいつの効果に深く関わる大境の方も解説するぜ。教えて教えて。このカードも全部で3つの効果を備えていて、1の効果はスプリガンズエクシーズモンスターの攻撃力を1000ポイントアップさせる効果、2の効果は自分フィールドに、スプリガンズエクシーズがいない場合に、手札のスプリガンズ1枚を捨てることで、エクストラデッキからスプリガンズエクシーズモンスター1体を特殊召喚する効果だ。ほう、便利な効果じゃない。そうだな。この効果を活用して、スプリガンズエクシーズをフィールドに出せば、その上に重ねて、ギガンティックチャンピオンサルガスをエクシーズ召喚可能で、そこからスプリガンズだけでなく、セリオンズテーマの展開へ繋がるんだ。別のテーマへ繋げられるのはありがたいわ。そして3つ目は、自分のエクシーズモンスターが、効果でフィールドから離れた場合に、相手モンスター1体の攻撃を封じる効果だ。なんか、覇者対抗自身よりもフィールド魔法の方が強いような。そんなわけで、こいつは次元の穴を食らうという設定から大きくかけ離れた、フィールド魔法があれば蘇生できる効果
や、専用フィールドがなければ攻撃力ゼロなど、完全にフィールド魔法に依存したカード性能というありさまで、設定詐欺の極みという厳しい評価が与えられたんだ。とっても残念だわ。とはいえ、フィールド魔法が存在することで、自身を簡単に出せる効果は便利だから、シンクロ、エクシーズ、リンク召喚などの素材に使えば、覇者対抗を有効活用できるぞ。そうね、どんなカードも使い方次第なのよ。ということで以上が、設定は最強なのにカード性能は最弱な遊戯王カード10選の全てだが、レイムどうだった？サンキューマリサ、今回は原作やアニメ、映画でボスキャラが使ってたモンスターから、昔懐かしいマイナーなカードまで、幅広いラインナップだから面白かったわ。今回ピックアップした10枚は、ボスキャラの強さや凶悪さを表現するために、チート級の性能を与えられていたり、OCG やデュエルターミナルを盛り上げるための、背景ストーリー上で、最強というイメージを持たされたカードが多く、現実のカード性能とのギャップが目立つカードたちを中心に選出してみたんだ。面白いカードがいっぱい登場してたわね。現代遊戯王では、ブーンやザーの抑止流に自爆心など、サポートカードの登場によって救われたカードが存在しているが、中にはリメイクや強化、改善が必要なカードがまだまだ残っているから、今後の展開に期待したいところだ。頼むわよコナミ。最後に、今回ピックアップした10枚以外に、視聴者の皆さんが思う、設定上では強いはずなのに、実際のカード性能は弱いと思うカードがあったら、ぜひコメント欄で教えてほしいぜ。教えて教えて。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。